おはようございます。ほど配信。責任 YouTuber、UFO チャンネルの UFO です。令和5年9月29日、金曜日、仏滅、十五夜です。中秋の名月ですね。有名な場所の名月や池を巡ってよもすがら、名月や池を巡りてよもすがら、これ多分ちょっと正確じゃないんですけど、奥の細道で鶴が行って気比神社で読んだ中の一句ではないかと思うんですけど、私が今小説でちょうどその気比神社のところへ行って場面までようやくたどり着きましたけど、まだそれから進んでないんで、今日はそういう話もしたいと思いますが、おっと、失礼します。これは、天理教古東大教会の大教会長さんの日めくりです。私は何なのか心を定める。毎月29日はこれなんですが、こういう話をさせてもらおうかと思います。ですね、ちょっと長くなるかもしれません、今日。今日は満月で、十五夜、中秋の名月にね。で、今日私の62歳最後の日です。明日が誕生日ってことですが。で、彦根から帰ってきてからなかなかね、こう、疲れが抜けないんですよ。動いてることは動いてるんですけど、まあ、遊びに UFO の、遊び人をちょっと返上して働き者になってる感じで、よく動くんですけど、どうも疲れが、溜まりやすくて抜けないって感じ。寝ても、だいたい寝ると次の朝すっきりしてるんですけど、ここのところはもう、やっぱ年もありますし、この夏の暑さのせいもあると思いますが、で、思い立って、お焚き上げをしてきました。今ですね。大変静かで、本当に静かで、遠くでカラスがのどかに鳴いてる感じでしたけど、全く、それ以外は、ヒヨドリが鳴きもせずに飛んで、泳ぐように飛んできましたね。今朝、バイト行った、朝で夜ね、バイト行った時も月が大変綺麗でした。子持ち月。懐中電灯入れないぐらいね、道を明るく照らしてましたけど、今朝も大変爽やかで、一旦秋めいて涼しくなってこのまま秋になるかと思ったら、昨日あたりは随分暑くて蒸し暑くて、なかなか暑さが引いていかない感じで、したが、今朝は大変爽やかな朝でして、お焚き上げも、風があったので、火をつけたらもうすぐに燃え上がって、一度も消えることなく、火吹き棒でふーって吹くんですけど、それも今日はいらない。風がこう、舞って、で、その炎がこう、渦を巻くんですね。で、私の方へ向かってくるんで、どうも自分をお焚き上げする感じでしたね、やっぱり。で、ついでに草をむしったりして、ちょっとだけね。
だいたい、途中で水で消すんですけど、今日は最後まで完全燃焼しましたね。草を取ってる間に燃えたらしくて、全く、炭が残ってませんでした。どうでしょう。これからどんな風になるかなという感じですか。で、朝、私これですね、これを見たから思ったわけではないんですけど、えっとですね、さっき言った絵や小説なんか、もう本当に書きかけでこう、ほったらかしてあるんですよね。これだけじゃなくて、これもあるんですよね。これも。魔法使いの弟子の方も、その、消し神社の行ったところまでは書けたんですけど、そこから先ね、芭蕉とシャンタンの絡みなんかを書こうという頭はあるんですけど、まだ手つかずのままで。天理教の修養科の時のエッセイも、第2回目の入学したことまで書いたんですけど、そこから先、もう、やっぱ暑いから、もう書く気しなくて、で、それでも動いて、その草取りですね、草むしりとか草刈りとか、それと料理が、メインな感じの生活で、それやってると、どうも、余分なこと考えなくていいので、で、あっという間に時間も経つ。瞑想代わりですね。そうなんでずーっとやってきましたけど、そろそろほっとくわけにもいかないし、と思って、朝、バイト行く前に思って、でもなかなかもう本当に、気力がわからん。今朝も、今ちょっと良くない、お焚き上げの効果が、ちょっと良くなってきましたけど、体がバリバリなんですよ。で、なんか、うーん、あの、腰とか肩とか全身ですね。なんか自分じゃないみたいな感じで、ギクシャクした感じで、なかなかスッと立ち上がれなくて、次の行動を移すのに、時間がかかって、朝、かみさんに弱音を吐いて、もう俺ダメかもしれないって言いましたけど、向こうも向こうで、ぐったりしてますけれども、お互いに、目と目で会話をした感じでした。で、そうですね、何を言いたいんだかちょっとわかんなくなってきましたが、えっと、私は何であるのかっていうのを思うときに、やっぱり信仰は信仰で一生懸命はやってるんですけど、宗教人みたいなね、毎朝お筆先を、あれし、心定め、3年千日の心定めで、投稿はしたりして、まあ、熱心だなと思われている人もいると思いますが、それほどその信仰中心生活ではなくて、創作の方もまたいい加減な感じで、で、気になることがいっぱいあるんですよね。おとつい、母の面会へ行ったんですが、あの、元気で、地方っていうか、認知症なんで、行ったすぐから、忘れちゃうんですけど、でもその会話は、とても上手に、受け答えするので、あの、良かったんですけども、三女が来てて、一緒に行くかって言ったら、起きてきてたばっかりで、ご飯食べてるから、よろしく言っといてって言って、敬老の日おめでとうって言っといてっていうことで、その伝言したら、
恩師の家に来とるんかっていうんで、今おるよって言ったら、な連れてってくれって言われて。今にも車椅子なんですけど、立ち上がらんばかりにしたので、慌てて、取り繕って、それとか、第4回目のワクチン接種で、署名を求められたので、いろいろな情報で、今のワクチンについてちょっと、それをすることが、歯を、本当に、守ることになるのかどうかっていうのが、その辺がものすごいジレンマなんですけども、今回は、接種しないっていうチェックして署名しました。でも、家から持っていったインフルエンザの方の、申し込みはして、もう本当に自分がなんか、曖昧だなっていうのを本当に哀れな感じでしたけど、もうこの悩ましい時代を生きている、自分が、え生き延びるのにスリルを味わっているようなことですけど、それで、行ったメーカーに行って、母の通帳なんかを持って行って、それと、敬老のお祝い金とか、長女が我が社屋に勤めているので、その栗きんとんを持ってって、差し入れに持ってってくれって言われて持ってって、家でお茶入れて、えポットに持って行って、それをお茶入れて、2人で、2個だったんで、車寄せ車寄せのとこで食べて、おしゃべりして、美味しいねって言って喜んでましたが、通帳を見せて、結構使わないから残ってるんですが、で、あの、うちは母が元気な時に、こんなでっかい、冷蔵庫、米用の冷蔵庫を買って、それに毎年、親戚の、うーん、母の、うーん、2つ上、3人女の兄弟いたんで、一番長女のおばさんの家の、娘さんのところで、いとこですね。いとこのとこから、お米を買って、1年分買ってるんですけど、新米を。その引き続きで、母は一口も食べないんですけど、いいかっていう許しを得て、で、いとこに電話して、来てくれない、今年もよろしくっていうことで、昨日来てくれたんですね。で、その、いとこのお母さんにあたるそのおばさんっていうのは、もう、母の兄弟5人、7人兄弟で男が4人の女が3人なんですが、残ってるのはそのおばさんと母だけなんです。で、おばさんの方はもう頭しっかりしてて、もう大きい声で、若い頃にご主人旦那を亡くして、女手一つで、子供を3人育った人なので、もうしっかりしてるんですね、気が。97歳で、彦根の前会長さんと同じ年なんですけど、家で、長男夫婦、孫たちとも一緒に住んでいるんですが、やっぱり施設に預けるのも、気がかりですけど、家に一緒に住んでるっていうのは大変なんですよ。お互いの意地とか。どうしても自分がこうやってきたっていう思いがあるので、それを押し付けようとするところもあって、
私もそうでしたけど、母の家にいた時はかなり、口汚い喧嘩もしました。ああ、それはいとこのことも同じなので、よくわかる。どっちの気持ちもよくわかるので、で、毎月ですね、天理教の、信者でもあるので、おばさんが、あ教会行く途中に、その家があるので、寄って、お供えを預かっていくっていう、え毎月そうなんですが、余分に、私に、ガソリン代って言ってお金を、お小遣いくれて、で、そこに手紙が入ってるんですけど、もう本当に細かい、もう震えるような、なんて書いてるかわかんない、判読するのは難しいような手紙ですけど、そこに、ここのところは早くお迎えに来てほしいとか、いとこの悪口みたいなことが書いてあって、だいぶ詰まってきてるなっていう気はしたので、で、その母の面会行くときに、ふっと思っちゃって、いとこと LINE でこうつながってるので、LINE のビデオ通話でおばさんと話せないかなってことを思って、えそれは嫁に行ってる方の、いとこですけど、ふみちゃんって言うんですけど、ふみちゃんに、その話をして、昨日来てくれた時にそういう母の様子を話して、おばさんの最近の感じとか、それはふみちゃんもよく知ってるので、あの、おばさんしっかりしてて、ずっと家に、デイサービスには行ってるんですけど、あの、今までは、友達が結構いて、電話で愚痴やなんか言えてたんだけど、それが、もうみんないなくなっちゃって、吐き出すところがないっていうことで、それは私もそう思ってたので、意見が一致して、来月、ふみちゃんが車で、乗せて来てくれて、一緒に面会をする予約をしました。ここのところ、女のいとこですけど、みんな。あの、どういうわけか、バチバチと、縁が濃くなってきてて、あの、一つに思ってるのは、家族とか地域とか、今の時代の流れで、個人にぎゅっと凝縮いろんな問題を押し付けてきてるんですけど、昔はもっとのんびりと家族なり一族なりが集まって、それぞれの生活をもうちょっと豊かにのんびりしてたんですけど、そういうのをもう一回解体して、再編成するようなことができないかなっていうふうに、信仰もありますけど、あの、それぞれちょっと違う意味で、ルーツですね。自分の、ルーツをたどって、そこでなんか、あ自分たちの生きやすい、生活を探れないかなってことも思ってて、とにかくいろいろ思いつくわけですね。で、なんだったかな。そうそう、さっきね、書いたんですけど、どっか行っちゃったの。どっかへ行ってしまいましたが、で、私は何なのか心定めるっていうのは、
アーティストでもないし、宗教家でもないし、ところで、創作は好きなのでやるんですけど、趣味って言われると趣味って言われるのはちょっと、えもうちょそれなりに一生懸命やってると思いもあるので、なんですが、まあ趣味人かなっていうことを思ってて、念仏者の、中に、妙高人っていうのが、妙は耐えに耐える、微妙の妙ですね。高は高校野の高です。好きっていう字。それを妙高人っていうんですけど、職人さんなんかがその、その教え、あれは、妙高人っていうのは、浄土宗とか浄土真宗ですね。浄土真宗の親鸞さんの教えを、生活に、中で、実践しながら、その教えを表し、体現していく。それが一番自分にはぴったりくるのかなと思って、さっき書いたんですけど、どっか行っちゃいました。妙高寺。まあ、いろいろ、頭でっかちなんでいろいろ考えるんですけど、はい。まあ、20分過ぎちゃいましたね。なんか、取り留めもない話になってしまって、分かったか分からないか、多分分からない人の方が多いと思うんで、私が後で見返して自分で勉強するだけになると思いますが、明日は精神科のクリニックの受診もあって、あの、この前の受診の時に9月30日誕生日なんで、プレゼントくださいって先生に言ったら笑っておられましたけど、最近女性の女の先生に変わったんです。前はおじいさんの大好きだったんですけど、もう引退されたんで、今度はハキハキした女の先生で、40代ぐらいかな。とても素敵な人ですけど、薬のプレゼントをくれるんではないかと思います。で、日曜日は、俳句の大会で入賞、なんだったかな、秀逸っていう線になったので、その表彰式に行って、来ようと思っています。長い配信失礼しました。Have a nice day. Goodbye. UFO チャンネル。ありがとうございます。失礼します。